川崎です。今日はクロールの手の入水についてお話しさせていただきます。はい。ということでですね、今日はクロールの入水についてちょっとお話しさせていただければと思うんですけど、入水の主に1の話ですね。YouTube 始めたての時に1の話ちょっとしたんですけど、もう一回ちょっと正しくね、ちゃんと皆さんに、お知らせできればと思っていますので、今日は入水のポイント、もう一回お話しさせていただきます。本題に入りますが、入水の位置、皆さんどうしていらっしゃいますでしょうか。私が思うに、皆さんにお声かけるなら、結論遠くに行きたいんですよねっていう話なんですよ。結論遠くに行きたいから、その前段階から遠くにいる必要ってないですよねって。結論遠くに行きたいんだったら、その前はこうしてるべきですよねっていうのをちょっとお話しさせていただきますので、今日もね、動画を使って解説させていただきます。ということで、行きましょう。はい。それではですね、動画再生します。はい。もう今日はね、早速解説いきたいと思うんですけれども、皆さんね、遠くに行きたいのはすごくわかりますし、その時って気持ちいいっていう方結構いらっしゃいますよね。伸びてる感じが気持ちいいなっていう方がいらっしゃると思います。で、遠くのお水を取ってきて、長い距離をかくっていう概念、僕はそもそもないんで、これはね、前回やったプルの話もちょっと見ていただければと思うんですけど、僕の結論ですよ。はい、止めました。結論遠くに行けばいいと思っていますし、いつも言うように部品が大事ですよって言っていますよね。なので、入水っていう行為と伸びるっていう行為はまた別だっていう話もしました。なので、入水と伸びがセットになると、入水して伸びがセットになると、ね、僕はこういう風に見えるんです。じゃなくて、入水、伸びる。入水、伸びる。という風にしてあげると、綺麗に見えますし、楽にも泳げるのではないかということで、ちょっと書きながらね、いきたいと思います。はい。回ってきましたね。こっちの手にしましょうか。はい。ですか？いつも言う順番の話はね、見ていただければと思うんですけど、遠くに入れるっていう考え方ではなくて、手前に入れる。はい。いいですか？手前に入れる。手前に入れて、肘に余力を残しておくんです。なぜならば、その後に伸びたいからなんですよ。で、手前に入水して肘に余力を残しとけば、その後に、伸びた時に、はい、いきますね。ここで入水しましたね。で、入水したら、そのまま、肘に余力があるので、その後伸びていくことができますよ、という話なんです、今日は。もう一回、もう一周いきましょう。なので、そんなに難しい話ではなくて、はい、いいですか？ちょっと止めながらいきますね。手前に入れます。はい。書きましょうか。手前に入れますと。こうね、手前。横から、こっちの方がいいかな。横からね。こういう状態ではなくて、こういう状態。肘に余力が残ってぐーっと回ってきて、このまま。あんまり肘をこう、角度を変えない方がいいと思うので、それはまあ、それとして、回ってきて、ストンと揺れる。で、そうすると、肘に余力が残ってるので、そのまま前に回ってきて入れる。で、肘に余力を残してるから、その後、前に伸びれるっていう原理で、僕は考えてます、泳ぎを。で、はい、いきますね。ここ今入水しましたと。で、なんか出てきましたね。はい、すいません。その後に、余力が残ってるんで、スッと伸びれる。余力が残ってるんで、スッと伸びれるっていうことを覚えておいてください。反対の手も一緒。で、入れる位置なんですけど、最初、これちょっと試してみたいなっていう方は、今遠くな方は、
ちょっとずつ手前にずらしていけばいいと思うんですけど、最初は結構手前でいいと思います。で、角度がついて抵抗になっちゃうんじゃないかっていう、話もあると思うんですけど、抵抗をちょっと置いといて、位置の話。で、まずは、ちょっと微調整するのって難しいんで、最初かなり手前でいいと思います。もう顔がこうやってあったら、もうここのとこに入れちゃっていいと思います。このぐらいで。そうすると、より、余力は残ってるので、その後、スッと伸びれるようになります。で、それをここから始まったら、だんだん前にちょっとずつしていく。で、そうすると、手首のちょっと後ろぐらい、こっちの手がこう向いてますよね、今ね。で、こっちの手もそれになんかくっついてるような感じ。こうやって入れてあげるといいと思います。回ってきたらここ。で、そのままスッと伸びていけるようになるので、今日はその入水のところ、入水ちょっと手前にして伸びる時間作りましょうっていう話なので、ちょっとそこね、皆さんやっていただければと思います。はい。では動画戻しましょう。はい。ということで、クロールの入水、もう一回説明させていただいたんですけど、入水っていう行為と伸びるっていう行為はまた別なんで、それは別の動画でね、確認していただければと思うんですけど、今日はもう位置にフォーカスしてるんで、入水の位置、なんだかちゃんと書けないな、伸びれないなっていう方、入水ちょっと手前にしてみましょう。結論遠くに行きたいんで、最初から遠くに行く必要はないんですよ。ここでもう終わりじゃないので、行動っていうのは。伸びやかになるためには、その分、伸びてる状態が続くことが重要なんじゃなくて、最終的に伸びてる状態が必要なんで、手前に入れて、肘に余力を残してあげる。肘に余力を残して入水した余力残ってるんで、伸びたいければ、うわっと伸びる。そうすると体も一緒に前にうわんと進むようになりますので、ぜひ皆さんね、今日の入水の位置、ぜひ自分でやってみてください。なので、そういうことが私の再生リストの中にもあると思うので、全部まとまっていくと、じゃあ、ローリングは入った時、入った後ですよね、とかっていう話も全部一致していくので、結構初段階で重要なパートかなと思います。習得するときはあんまり気にしなくていいと思うんですけど、ちょっとお悩みの方、肩しんどいなっていう方なんかは、ちょっと手前にしてみてください。ということで、今日は入水についてでした。また次回ね、次回はどんな動画にしようかなと思ってちょっと考えているので、ご意見もいただければと思います。そういうご意見もね、こういうのを見たいですとかね、クロールの、例えばダッシュ系はね、ちょっと、きついです。あんまりやりたくないっていうか、あんまり最近泳いでないっていうかダッシュしてないので、なんかどうなっちゃも、ひとまず練習が必要なので、例えば、背泳ぎのこの賭けについて聞きたいなとかっていうのも、コメントとかに入れていただけると、私の参考にもなるので、例えば平泳ぎの足とか、平泳ぎ煽っちゃうんですとかって、そういう話でも全然いいと思うんで、そういう話、ぜひね、何かあれば、コメント入れてください。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。